皆さんこんにちは。韓国在住ローカルグルメ YouTuber のカオです。明日から台北旅行に行ってきます。今回は台北で美味しいお店を撮影したり、ライブ配信をしたり、カフェ巡りとかお買い物をして台北を楽しんでこようと思います。で、今旅行準備中なんですけど、今回は私がいつも海外旅行や日本帰国の時にネット接続に使っている eSIM を準備するところからお見せしようと思います。これまでローミングとか Wi-Fi ルーター、SIM カードとかいろいろ使ってきたんですけど、去年から eSIM を使うようになって、これがすごく便利で簡単なので、もう今は eSIM 一択になっています。最近よく聞く eSIM なんですけど、簡単に言うと海外旅行で eSIM を使うっていうのは、その旅行中に必要なデータ量と日数、その国でネット接続できるプランをオンライン上で購入して、それをそのままスマホにインストールして、そこですぐネット接続ができるようになるっていうものです。だからこれまでみたいに高いローミング料金を払ったりとか、旅行前に Wi-Fi ルーターや SIM カードを購入して準備したりっていう必要がなくて、必要な時にポチッと買ってインストールしておけば、いつでもどこでもすぐネットが接続できるようになります。では早速やっていきます。私がいつも使っているのは Aero っていうアプリです。到着してからもできるんですけど、旅の前にこのアプリをダウンロードして eSIM を購入しておくと、空港に着いてすぐにネットが接続できるようになるので、すごくスムーズになります。で、このアプリをダウンロードしておけば、世界の200の国や地域でいつでもネットが接続できるようになります。見てください。これは私が前に使った eSIM なんですけど、日本への一時帰国や旅行に行くときはいつもエアロの eSIM を使っています。特に私はいつも旅先でライブ配信をするので、ネット環境がすごく大事なんですけど、いつも2時間ぐらいのライブ配信をスムーズにできているので、もう信頼してこれを使っています。では今回は台北で何ギガバイトを使うかは人によって違うと思うんですけど、私はいつも旅の時に一日中地図アプリを使ったりとか、家族と連絡したり、インスタをアップしたり、 YouTube のライブ配信をしたり発信もするので、1日だいたい1ギガバイトかなっていう感じです。で、今回は3日間行くのでちょっとギリギリかもしれないんですけど、3ギガバイトで購入してみます。で、初めて使う方はここで新規登録画面が出るので登録します。毎日途中で足りなくなってもすぐに買い足せるので、これも安心です。では購入します。ここで決済の方法を入れて、それから今ここに出ている割引コード KAO カオって入れてもらうと、初回の方は3ドル約500円の割引になるので、割引コードも入れてください。そして SIM ロック解除の欄にチェックして注文完了。これでオンライン上で eSIM を購入しました。購入するとこのような画面が出るのでインストールしていきます。ここからはこの手順を表示をタップすると出てくる指示通りに進んでいけば OK です。インストールが完了するまで数分かかるので待ちます。はい、出発前にここまで準備しておけば、明日台北に着いてすぐにネット接続ができるようになります。ではこれで準備完了です。行ってきます。桃園空港から電車で36分、台北駅に到着。台北市内に着いたら今雨が降ってきました。でもすっごい暑いの覚悟してたんで、ちょっと雨のおかげでそう暑くないので良かったです。まずは小腹を満たせるものを探しながら、台湾に来たら絶対買いたい刺繍靴の店に向かいます。ものすごいローカルな路地裏を発見。小さな食堂ばかり並んでいる四川系の麺とワンタンの店に入った。台湾の担々麺が大好きで、美味しいお店を見つけたくて、見かけたらとりあえず飛び込むことにしている。台湾式担々麺とラー油のかかったゆでワンタン。台湾式担々麺は混ぜ麺で、茹でた麺の下にたっぷりのごまだれ、そしてラー油がかかっている。そぼろが乗っていることもあるけど、この店はとてもシンプルな青菜だけ乗ったスタイル。しっかり混ぜて。
ごまだれがすごく濃厚に絡んでる。少し柔らかめの麺にとんかつソースのようなコクのあるごまだれ、ラー油ワンタン。このつるっと口に滑り込んでくる感触がいい。ラー油はピリッとくるくらいで、さっぱりした酢醤油のようなタレがかかっている。ここの担々麺は普通に頼むとほとんど辛さやしびれる味がなくて、台湾のごまだれ麺みたいな感じ。サービスで出してくれるあっさりスープ。あっという間に完食して、まずはチャージ完了。やばい、すっごい降ってきそう。めちゃめちゃ降ってきそう。やばい、これは。近くのお寺を見ていたら、やっぱり降ってきた。短時間で止むけれど激しい雷雨。刺繍靴のお店。台湾に来たら必ず何足も買って帰る。柄がとても綺麗だし、履きやすくて意外と丈夫。しかも安い。これは2足ください。サイズは試着してください。はい。日本語も OK。他のは？かわいい、かわいいよ。子供の靴もあります。子供のお土産にも良さそう。かわいい。宿に向かいます。小さな路地のゲストハウス。雑居ビルの5階にあるピンクが基調のかわいいゲストハウスです。こっちの方がバスルームになってて、シャワーブース、洗面所になってます。宿に到着しました。今回は台北市の中山エリアの、たまたますごいお安くなっていたゲストハウスに泊まっています。台北の空港で飛行機を降りてすぐに eSIM をネットに接続しました。 iPhone の場合、設定からモバイル通信に入って、普段使っている主回線をオフに、購入しておいた eSIM を選択してオンにすればつながります。その時にデータローミングがオンになっているのも確認します。これで台湾でも安心してネットに接続することができます。ではこれから台北のローカル食堂の撮影に行ってきます。台湾式飲み屋さんの撮影を終えた帰り道、通りかかった小さな夜市。地元の人が晩ご飯を食べに来るところ。教会の前にテーブルを出している氷屋さんで、食後のかき氷や果物のドリンクがたくさんある。トッピングを3つ選ぶミルク氷にした。要雪花冰，你帮我选可以吗？那么選び方がわからなさすぎてまごまごしていたら、なんか全部入れてくれた。優しい。谢谢。谢谢，来90，谢谢。ちょっとたまたま通りかかったお店のかき氷が美味しそうで、食後のデザートに食べることにしました。粉雪みたいにサラサラしたミルク氷。氷がすごく甘くてふわふわですごい滑らか。タピオカみたいなのとか芋とか豆とかを甘く煮たやつ、いろんな具があって、それを3つ選べるそうなんですけど、
なんか私が分からなくて選べなかったら全盛りしてくれて今具が全部入ってます。芋とか豆の優しい風味もいいし、それからタピオカみたいなの、それのふにふにっとした食感も、そこにこの白い氷がふわーっとめっちゃ癒される美味しさ。おはようございます。今日は台北はすごくいい天気です。多分めちゃくちゃ暑くなると思います。今から朝ごはんを食べて、今日も美味しいお店撮影して、あと夜は台北の夜市をライブ配信する予定です。では行ってきます。台湾は朝ごはんが楽しい。このマンションの1階に住民の方たちが列を作る朝ごはん屋さんがあります。中華式の朝ごはんに欠かせないヨーティアを揚げパンを作っています。細く切った生地を2枚重ねて、真ん中を押さえ、伸ばして油に入れると、信じられないくらい膨れ上がる。これをスープやおかゆに入れたり、さらにはパンに挟んだり、おにぎりに入れたりもする。文字のメニューと指差しメニューもある。这个呢？这是什么？也没了，没有啊，这个烧饼，烧饼。好啊。卵クレープ、パン、豆乳スープ。すっごいシンプルで、小麦の薄い皮の上に溶き卵をのせてくるっと巻いたクレープなんですけど、鉄板で生地をパリッと焼いてて、それが香ばしくて塩味がついてて、刻みネギも入ってる。ソースはちょっと甘めのとろっとしたソースで、これをつけるのも美味しいけど、つけないのもシンプルな塩味で美味しい。豆乳をお酢や醤油、ラー油などで味付けした豆乳スープ。お酢でゆるく固まってフルフルしている。これめっちゃ美味しくて大好物です。でしかもここのは溶き卵が半生の状態で入ってて、それがより優しい味になって、めっちゃくちゃ美味しいです。これもう何杯でも食べたい。大好き。あとザーサイも入ってて、このザーサイが時々こうシャキシャキして、その食感と酸っぱいしょっぱい味がするのが好きです。これは初めて食べる。なんか頼みたかったネギパイ的なのがなくて、売り切れになっちゃってて、急遽これに変更しました。
なんか普通はここに卵だったりさらに揚げパンを挟んだりするみたいなんですけど、ここに揚げパンを挟んだらなんかすごいふがふがしそうなのでシンプルにこれにしました。挟めるようにこんな風になってて香ばしくて美味しいけど、なんかほんと主食っていう感じで、朝ごはんの店は台北にめちゃくちゃあるんですけど、ここは味もいいしリーズナブルだし、あとこのマンションの1階の通路でやってるっていうのがなかなかない、もうめっちゃ地元感がある、この雰囲気が私はめっちゃ好きです。喧騒の大通りから少し中に入った風鎮地へは、年季の入ったアパートと生い茂る街路樹の中に落ち着いた雰囲気の店が潜む静かな通り、その中の一軒小さなカフェ。私がここに来たのはケーキを食べるため。このバナナクリームパイが大好き。ボトムはザクザク食感のビスケット、その上にカスタードクリームと輪切りのバナナ、甘すぎないふわっと緩めの生クリーム、一番上にはチョコソースとココアがかかっている。このそれぞれの食感と風味が口の中で調和するのがすごく幸せ。毎回ついつい食べに来てしまいます。今日の夕方からライブ配信するんですけど、せっかくだからチャイナドレスを着ようと思って今からレンタルしに行きます。シーメンティンにあるチャイナドレスのレンタルスタジオ。你好 ，Hello，你来过？你记得吗？吃东西的。对的，对的。我有你的影片 YouTube。中にはフォトゾーンと選ぶのが大変なくらいたくさんの色とデザインのチャイナドレス。ここから気になるものを選んで試着して決める。小物も2つまで借りられる。では試着スタート。チャイナドレスが一番似合う街、ティーファーチエー。19世紀中頃から形成され始めた台北で最も古い問屋街。レンガ造りの建物の中で100年以上続く漢方や乾物の老舗は本物のレトロで本当に素敵だし、台湾の良さを生かした新しいショップやカフェを覗くのも楽しい。台湾商会の第一人者青木由香さんのショップニーハオウォーハオ。台湾のドキドキするような可愛い生活雑貨が集まっている。永楽市場の建物にある一軒のお店に目が釘付けになった。かわいい。杏仁ゼリーがどんな食べ物かは知らないけど、何でもいい。このお店で食べたい。基本の杏仁ゼリーを注文すると、白いプルプルの上にかき氷と蜜をかけてくれた。なんだか夏休みのおばあちゃん家みたいなおやつとお店の空気感。氷が溶ける前に急いで食べる。シャリッと冷たい氷にこっくりと甘い蜜。
ひんやり冷えた寒天のような食感のゼリーは杏仁独特のナッツ系の風味がする。本当に素朴な昔風のおやつだけど、暑い中を歩いてきたのでほっとする。この店の何十年も変わらないような雰囲気と相まって、作り物じゃない台湾の懐かしい風景を体感できる場所。キーホーチーはおしゃれなショップもいっぱいなんですけど、レトロなところが本当に本気のレトロで、歩いてるだけでもめっちゃ楽しかったです。シーメンティンで台湾に来たら絶対食べたいもの2つ目、もつ入りの麺を食べる。ここは多分一番有名なお店。柔らかく煮込まれた全く臭みのない豚もつ、プツプツ切れたそうめんみたいな麺にとろみのある濃厚なかつおだしスープ、お好みでカスタマイズして、立ち食いのみでいつもは行列。体に染み込むようなかつおだしに乗って麺がつるつると流れ込んでくる。上品ながら豚もつのうまみも溶け込んでいくらでも食べられそう。では今からライブ配信に行ってきます。ライブ配信の前にデータ量を確認しておきたいんですけど、データ量はこのアプリからすぐ確認できます。エアロのアプリを開いてマイ eSIM で、この詳細からすぐ確認ができます。今あと 1.79GB 残っているので大丈夫だと思います。もし足りなければこの下の方から追加購入しておくこともできます。では行ってきます。台北の細い路地の一角に溶け込むようにあるカフェ。台南にもあるとても素敵なアンティークカフェで、ドアを開けると映画の世界のよう。バーのようにお酒も飲めるけどコーヒーが自慢のお店。私はティラミスとアイスラテ。すっきりした風味のラテ。コーヒーにこだわる店だからか、じゅわっと染み出てくる深い苦みのあるコーヒーシロップが印象的。店は昼間から開いているけれど、ここに来るならやっぱりこの生めかしい雰囲気が濃くなる夜がいい。コーヒーとデザートをお供にゆっくりと空気感を楽しみたいカフェ。美味しいものと人でにぎわう人気の寧夏夜市を散歩。串焼きや唐揚げ、フルーツジュース、何でもある食べ歩き天国。夜10時までお買い物できる大好きなショップ、新農生活。台湾各地の名産品や調味料、生活雑貨、台湾テイストのデザイン雑貨が集まっていて、見ているだけでもワクワクする。自分用のお土産をいくつか購入。最終日の朝、蒋介石を追悼して建てられた中正記念堂のスケールに圧倒される。そこから一駅の朝から元気なとんめん市場へ。露店には野菜や果物がいっぱい並ぶ。旬のたけのこ、ベトナム料理、煮込み料理、麺とおかず。古いアーケードの方に入っていくと、何十年も昔から時が止まったままのような場所。
その端っこに朝早くから開いているビーフン屋さん、手作りの餃子屋さんも、ふっくらした餃子を手際よく包んでいく。とっても美味しそうだけどテイクアウト専門だったので、ビーフン屋さんで朝ごはんにする。豚もつだしのスープビーフン、那么米粉汤，米粉汤，然后烫青菜，青菜，小的大小的小的好，红肉，欧气，啊，那么火锅那个，这个怎么调味呢？这是蒜头的ニンニク，啊，ニンニク、辣的辛い，辛い甘い，甘い。ニンニク米粉，ニンニク、あ、OK、谢谢。キャベツもゆで肉も白濁スープの中で温めてくれる。スープは自分で味付けする。ニンニク醤油と唐辛子ソース。ではまずビーフンから。ほほ肉、そしてキャベツ、正直雰囲気だけで入ったんですけど、めっちゃ美味しい。期待以上に美味しかった。なんか豚もつから取ったスープなんですけど、出汁はよく出てるんですけどあっさりしてて、でそこにニンニク醤油とこの辛いソースもただ辛いだけじゃなくて結構いい風味があって美味しいです。そこにね、セロリのみじん切りも乗ってて、ビーフンはこう柔らかくてプツプツ切れる感じがスルッと入っていくんでいいですね。あとね、なんかおかずも頼んでみたくて、どれがいいかわからなくて聞いたらほほ肉をおすすめされたんで、ほほ肉の茹でたやつ、これも柔らかくて美味しい。で若干甘めのとろっとした醤油ソースがかかってます。それからお野菜頼んだらキャベツをこのビーフンのスープで茹でたものが出てきて、味付けはそんなしてないんですけど、キャベツがとりあえずめっちゃ甘いし、この豚もつスープに似てるんでいい出汁がこうかかってて美味しい。すごい美味しい。キャベツめっちゃ美味しい。朝からお客さんもいっぱい入ってます。美味しい。要加汤可以再加汤，可以加汤，加汤。是吗？谢谢。真的好吃。谢谢。わあ。美味しいスープ出してくれました。嬉しい。ではそろそろ荷造りをしてゲストハウスをチェックアウトする時間になってきたんですけど、最後に今回買った刺繍物など見せてほしいっていう声をインスタの方でいただいたので、ちょっとずつお見せしようと思います。まず新農生活で買ったもの
このもうパッケージ買い、ジャケ買いの台湾レモンビール、めっちゃ楽しみです、これ飲むの。それからこれちょっと包みが開けられないんですけど、蓋付きの陶器です。これ少しアンティークチックで可愛いので、飾りに使いたいと思います。それからこのカバンがタイトンの方の素材で作られたカバンなんですけども、このもう完全防水ですっごい丈夫な感じと、このデザインが可愛いなと思って買いました。はい、それからティーホアチエにある青木由香さんのニーハオウォーハオでこのビールグラスを買いました。台湾のビールグラスってこう普通のビールグラスの半分ぐらいの大きさで、ガラスが分厚くて形だけでもめっちゃ可愛いんですけど、欲しいなと思ったらこんな可愛いパンダ柄とクマ柄のがあったんで、これを2つずつ購入しました。それからいつも台湾に来たら絶対買って帰る刺繍靴、これは以前買った柄のリピ買いです。でこちらは今回初めて買う柄、これもなんか色合いがねちょっと可愛くて気に入ってます。それから今ももうすでに履いてる靴で、今履いてる靴が2代目なんですけど、3代目と4代目を買いました。刺繍靴の中でこの柄が一番好きで、いつも真っ先に履き潰してしまうので、今回から2足買っていくことにしました。以上ちょっとなんですが、今回台湾で購入したものたちです。では荷造り始めます。出発の時間までお茶するためにまたティーホアチエへ。台湾香港好きの心をくすぐり倒してくる香港系カフェ。めっちゃ可愛いカフェに来ました。香港ミルクティーを飲む。濃く煮出した紅茶に無糖の練乳、エバミルクを混ぜた濃厚な香港ミルクティー。台湾で飲んだってもちろん美味しい。香港フレンチトーストも今度食べてみたい。アンティークで作られたレトロでカラフルなアジアン空間がとても可愛いカフェ。ではこれで台北での旅を終えて、これから空港に戻ろうと思います。今回めちゃくちゃ暑かったんですけど、たくさんローカル食堂もあって美味しいものを食べて、台湾のレトロな場所にも行って、台湾の人の温かさにも触れて、めっちゃいい旅になりました。今回もエアロの eSIM も使ったんですが、2泊3日で使ったデータ量はだいたい 3.5GB になりました。ネット接続もずっと快適にできたので、また次回も海外旅行の時は使おうと思っています。アプリだけダウンロードしていくと、ほとんどの国ですぐネットが使えるようになるので、まだ使ったことのない方は一度試してみてください。割引コードの KAO を入れてもらうと、初回は約500円割引になるので、こちらも使ってください。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。また韓国でお会いしましょう。シェシェ、バイバイ。